はい、皆さんこんにちは。今回から音声を入れていきたいと思います。今回作るのはこちら。竜巻ですね。パーティキュラーとかね、使って竜巻とかね、作れたらもっと綺麗にできるんですけれども、今回は標準機能だけでちょっと竜巻できないかなっていうことにチャレンジしてみました。こんな具合になったので、作り方を紹介していきたいと思います。では早速始めましょう。はい、ではまずはじめにニューコンポジション、メインコンポ、1920、1080、10秒。ここにカメラを作ります。次にヌルオブジェクトを作って 3D レイヤーにしてカメラをピックウィップでくっつけます。これはカメラ1ターゲット、インデックスでコピーして作っていこうと思うので、レイヤー構造を変えたくないので、予備のために調整レイヤーを5個ぐらい作っておきます。これは後からね、カラーコレクションとかしたいときに、便利です。では次にサークルという名前のコンポジションを1600で作ります。ここにシェイプレイヤー、楕円形ツールダブルクリックで塗りやなしのストロークが1ピクセル、楕円形の大きさは800にして、ストロークテーパーのスタートレングスを 100% にします。はい、こんな形になりました。ここにトリムパス加えて、トリムパスのエンドを50、こんな感じです。シェイプレイヤーを複製して上の方のトリムパスをエンドが90、スタートを60にします。こんな感じになりました。シェイプレイヤーをプリコンポーズしてラインと名前を付けておきます。ラインのローテーション、エクスプレッションでタイムの500と入れてあげると、はい、回転します。はい、ではこのラインを複製して上表示にして、下の名前をラインマットとでもしておきましょうか。ラインマットにエフェクトのブラー、CC ラディアルブラーをかけてあげます。タイプはフェーディングズーム、アマウントは-100。ブラーわけなんでちょっと見えなくなっちゃったので、エフェクトのカラーコレクション、カーブスのチャンネルをアルファにします。アルファの値をグッとやってあげると形が見えてきましたね。RGB の方もホワイトをちょっと上げてあげましょう。こんな感じです。ではメインコンポに戻って、これが竜巻のモデリングをしていくんですが、このサークルをカメラ1ターゲットの上に置きます。 3D レイヤーにしてトランスフォームでポジションを右クリックでセパレートしてあげます。はい、まずは X のローテーション-90、 Y のポジションを960にします。 Y のポジションにエクスプレッションを入れていきます。
インデックスプラス1アスタリスクのマイナス20。はい。960の値になったのがちょっと今レイヤーが上に上がってるんですが、これインデックスプラス1の影響で、今インデックスがこいつが6ですね。プラス1なので、7のこのレイヤーの値を拾ってきて、ちょっと上に上がっちゃってるので、値を960に戻したいと思います。マイナス140なので、1100を足してあげれば戻るんじゃないでしょうか。960になりましたね。ちなみにこいつを複製してあげると、この上のようにね、積み上がっていくような感じになっていきます。余計なレイヤーを消して、こいつに次はスケールの値にエクスプレッションを入れていきます。A イコールインデックスプラス1 B イコールインデックスプラス1かける 0.1 スケールの値は A アスタリスク B で、ここにスケールの値 X、S、Y も S、Z も S プラスちっちゃく始めたいので、111と入れておきましょうか。はい。今、約 6% の値でね、ここにちっちゃくありますが、こいつを複製してってあげると、このラッパ状にどんどん大きくなって広がっていきます。カメラターゲットの X ローテーションを傾けてあげると、このようにね、ちょっと竜巻っぽい形になったんじゃないでしょうか。ではまだまだエクスプレッションを入れていくので、余計なものは消していきます。次に Y と Z の回転にエクスプレッションを入れていってあげます。インデックスプラス1 0.5 マイナス6、はい、Z の値はインデックスプラス1 30度ずつ傾けてってあげます。こんな感じで複製するとどんどん傾きがね加わっていってより竜巻っぽくなります。でまだまだエクスプレッション入れていきます。はい。X ポジションにウィグルを入れます。1秒間に2回10ピクセルコピーして Z も1秒間に2回10ピクセル。ではこいつを複製していきます。30
5回ぐらい複製しましたね。ちょうどこんなような感じになります。竜巻っぽい形になったんじゃないでしょうか。はい。竜巻のモデリングはね、だいたいこれで終了です。次はこれにね、テクスチャーを作っていきたいと思います。テクスチャーなんですが、ニューコンポジション、テクスチャー、線、レイヤー、ニューソリッド、フラクタルノイズ。テクスチャーといえばフラクタルノイズ。エフェクト、ノイズ、フラクタルノイズ。フラクタルタイプをダイナミック、トランスフォームのチェックを外して横を200、縦を80、エボリューション、展開をタイム500にしましょう。こんな動きになります。コントラストが70ぐらいにしてレイヤー、プリコンポーズ、フラクタルノイズ。こいつにエフェクト、ディストート、ポーラーコーディネート、極座標ですね。100%。レクトトゥーポーラーな円形になります。これを複製して上の方を180度回転させてエフェクト、トランジションのリニアワイプかけます。リニアワイプ180度 50%、フェザーを100ぐらいに入れてあげると、これね、極座標の切れ目がなくなって綺麗な回転になるんじゃないでしょうか。はい、じゃあこのテクスチャーを先ほど作ったサークルに入れてあげます。ラインマットの下に入れて、このね、円の大きさにちょっと合わせてあげてから、トラックマットでアルファマット、こんな感じになります。メインコンポで確かめてみましょう。こんな感じですね。より竜巻っぽくなったんじゃないでしょうか。ではこっからはテクスチャーをいじりながら、これね、メインコンポ確認したいので、メインコンポのコンポジションのこの鍵マークポチッと押して、サークルのコンポジションを開いて、ドラッグ&ドロップでこの右側に置いてあげます。2画面になりましたね。この竜巻のね、ギザギザが気になるので、ラインマットにエフェクトをブラー、CC ラディアルブラー、タイプスクラッチ、アマウントは10ぐらいかけてあげます。いい感じになりました。テクスチャーを選択して楕円形ツールダブルクリックでマスクを作ってあげます。これを少しちっちゃくしてマスクフェザーに20ピクセルぐらいかけてあげるといい感じになりましたね。
ラインマットをテクスチャにつけてあげて、わかりやすいように色を変えます。これを複製して色を変えます。名前はアウトサイド。上のテクスチャ非表示にしてアウトサイドのマスクを複製します。下を減3。この外側のアウトラインだけ残るようになります。上のテクスチャを表示して、下のアウトサイドのトランスフォームを上げてあげます。より竜巻っぽくなるじゃないでしょうか。では次にこのテクスチャーをまた複製して色を変えて大きさを小さくします。ラインマットの方のローテーションのエクスプレッションに60度ぐらい加えてあげるとこういう風にずれますね。これをもう一回複製して色を変えてテクスチャーの大きさをより小さく、40ぐらい。ラインマットをトランスフォームのローテーションのエクスプレッションを120。こんな感じになります。メインコンポで確認してみましょう。はい。メインコンポで今こんな感じですね。だいぶ竜巻っぽくなったんですけれども、ちょっと透けすぎててね、遠近がわかんないというか、どっちが手前かどっちが奥かっていうのはね、目の錯覚でね、なんか微妙にわかんないんで、真ん中になんか竜巻の芯を入れようと思います。はい。ではこの一番上のテクスチャーをね、複製してノートラックマット、色は分かりやすいように変えてあげて、マスクをね削っていってあげます。フェザーでぼかしていってあげて、こいつにカラーコレクション、カーブス、色をダークにしてあげます。少しトランスフォームでオパシティ 70% ぐらいにしましょうか。はい。次に、竜巻の周りに舞うパーティクルをね入れていきたいと思います。レイヤー、新規平面、マスク、楕円形するダブルクリックでパスを作ります。だいたい竜巻の大きさよりちょっと大きいぐらいにすればいいでしょうか。非表示にしてレイヤー、ソリッド、これが
パーティクルプレイグラウンド、エフェクト、シミュレーション、パーティクルプレイグラウンドいきます。パーティクルプレイグラウンドのキャノンのポジション、ここにマスクパスをコピー&ペーストでつけてあげます。するとマスクを這うように動くんですが、今逆回転ですので、キーフレームを全部選んで、アニメーション、キーフレームアシスタント、タイムリバース。これでね、同じ回転になると思います。では、1秒間で1回回転させたい。にオプションクリックでループアウトを足してあげます。これでずっと回転するような感じになります。ではパーティクルの設定をしたいと思います。パーティクルの大きさは 0.5。色はちょっと明るいグレー。ベロシティが20ぐらい。こんな感じでしょうか。ここにブラー、CC ラディアルブラー、タイプはスクラッチのままで、アマウントは1足してあげます。で、このレイヤーのトランスフォームのローテーションをタイム500にします。するとね、竜巻の周りにね、薄いパーティクルが舞ってるように見えるんですが、メインコンポで確認してみましょう。はい。今、こんな感じですね。ちょっと周りにパーティクルが入ったようにこう見えますね。ただまだこのままだとディテールがちょっと甘いかなと思うので、ラインをね、使いたいと思います。このラインにエフェクト、カラーコレクション、ティント、をブラックにします。ブラックにして、エフェクト、ブラー、ガウシアンブラーをかけてあげて、ちょっとね、竜巻の輪郭がわかるようにしたいと思います。こんな感じかな。こんな感じですね。もうちょっとかける。はい、こんな感じになりました。メインコンポで確認してみましょう。はい、だいぶ竜巻っぽくなってきましたね。ただ、このね、下の部分、なんかかっこ悪いですよね。パーティクルを入れてごまかしたいと思います。一番最初に作った調整レイヤーに、パーティクルワールドを入れてあげます。エフェクト、シミュレーション、CC パーティクルワールド。このね、なんか丸の黒と白の丸、こいつを外してあげると、合成できるので、パーティクルをポリゴンにします。三角形。
色をダークグレーしてサイズは 0.1 ぐらいで 0.1 そしてサイキックスがこいつですね。グラビティが0.25 ぐらいですかね。プロデューサーはこんぐらいかな。 0.22 ベロシティを下げたいと思います。バースレイト5 0.5 こいつにモーションブラをかけてあげます。ちょっとパーティクル大きいのでパーティクルを2回転半ぐらい回転をかけて、はい、こんな感じでね、ちょっとね、パーティクルでね、下の方をごまかします。もう一個上にパーティクルをアウトサイド。こいつにも CC パーティクルワードを入れて、丸マークを消して、パーティクル、トリポリゴン。で、プロデューサーは、ここでいいの？サイズが 0.1 色をダークグレーサイキックスグラビティがマイナス 0.5こいつね。ベロシティが3。こいつにモーションブラーをかけてあげると、はい、こんな感じになりました。いい感じになったんじゃないでしょうか。カメラターゲットのね、X ローテーション。これを0にしてあげるとね、これ全然竜巻のように見えないんですけど、こいつの回転を入れてあげることでね、竜巻っぽく見えるという、そういう作りです。で、好きな大きさにここで調整をして、せっかく 3D レイヤーで作ったんでね、ここでライトを入れてあげます。ポイントライト。
ポイントライトはこのサークルの下に作ってください。インデックスの構造が崩れてしまうのでですね。で、アフターエフェクトもなんか 3D ソフトのようにやっぱ 3D で作るとね、ライティングが重要になってくることがあるので、これでうまい具合にライトを調整してあげると綺麗な竜巻っぽくなると思います。最後に、ちょっとアンビエントライト入れてあげましょう。このライトにね、ちょっと色を入れてってあげるのもいいんじゃないでしょうか。ですかね。ちなみにですね、このちょっとライトを全部消して、竜巻をね、ぐぐっと上から見てあげると、この渦巻きのようなね、形になってます。ですので、このね、パーティクルバルブ消してあげて、サークルのこの中心円、これを消してあげるとね、このような、なんか、渦巻きみたいに見えるので、まあこういう使い方をしても面白いかもしれません。はい、では戻しまして、こちらをニューコンポジション、バックグラウンド、ここに好きな背景を入れます。トランスフォーム、フィートトゥコンポットワイズ。これにメインコンポを入れてあげます。こんな感じになりました。あとはね、好きなようにカラーコレクションすればいいんじゃないでしょうか。
もかけてあげて、こんな感じでかけてあげたら、はい、こんな感じですね。リアルかって言われるとそうでもないんですけど、竜巻にはなっているんではないでしょうか。最後に、ちょっとね、テクスチャーをいじってね、遊んでみたいと思います。このサークルを複製します。サークルにこいつにレニューソリッドライトに楕円形ツールをダブルクリックで、円の大きさにします。竜巻と同じ大きさにします。はい。そして、ライトに、アドバンストライトに、こいつをかけます。フローセッティング、オパシティ0。ディレクショナルがブレイキング。コアが 0.5。アルファ20。そして、つけてあります。これのディケイ、メインコアにチェックを入れて、出していった。こんな感じ。これにエフェクトのスターライズグロー。0.1。0.1。ライトニングのコアの色をオレンジっぽくします。こんな感じですね。こいつを複製してライトニングの位置をずらしてもうちょっと長くしてあげます。はい、そしたらヌルを作ってライトニングを貼り付けます。ヌルの回転に500LWするとこんな感じですね。こんな感じになります。こいつをメインコンポのサークルを全部選んで、サークル2にオルトを押しながらドラッグ&ドロップで入れ替えます。
まあね、この稲妻の走ったような竜巻になるのも面白いんじゃないでしょうか。またね、テクスチャーをね、稲妻だけにしてあげて、で稲妻だけの回転になります。はい、グローとね、カーブでカラーコレクションをして、こんな感じになりました。こんな風にして遊んでみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、これで竜巻の作り方の説明は終わりです。音声入れてみたんですけどね、僕ちょっと喉の調子がね、悪くてね、あんま声出せなかったりね、ちょっとどもったりしてね、で、アフターエフェクトを作りながらね、考えながらね、喋るのあんま上手くないんですけれども、最後まで付き合ってくれてありがとうございました。また、こういうスクリプトの方がうまくできるよとか、なんかいいやり方を知っていたらコメント欄に、書いていただければ嬉しいです。では最後までありがとうございました。